ウクライナ戦争を契機に、世界ではロシアのみならず中国への警戒感も高まっており、日本においても台湾侵攻の懸念や尖閣諸島問題などが取り沙汰され、国防の重要性がやっと認識され始めています。今回は、海に囲まれた日本が、戦略上最も重要となる海上自衛隊の潜水艦、親潮型、双竜型、大芸型の現役3世代の潜水艦がどのような性能を持っているのか、そして、それらの潜水艦が、対中国の有事に対してどれほどの抑止力を発揮するのか解説していきます。まず親潮型ですが、今回の3艦種の中で一番歴史が古い潜水艦で、海上自衛隊で1998年に就役し、現在も運用している通常動力型潜水艦です。ちなみに、通常動力潜水艦という言葉は、原子力潜水艦の登場後に使われるようになり、親潮型の機関としては、ディーゼルエンジンと蓄電池が搭載されています。建造期間は、1994年から2008年で、計11隻が建造されました。艦の形は前級の春潮型から刷新され、従来型で採用されていた類敵型ではなく、葉巻型が採用されています。流体力学的な合理性では、これまでの類敵型にわずかに劣るものの、通常動力潜水艦が活動する低速度では、それほど差はないとされ、親潮型以降は葉巻型となっています。これは、より深く潜るための耐圧性の観点や、魚雷発射管のレイアウトの最適化のために、葉巻型が適しているとされたことによります。また、親潮型では、この他にも隠密性の向上や新型ソナーの搭載など、新機軸が多く盛り込まれ、当時の潜水艦の一つの到達点、と評されるほど、優れた潜水艦となりました。もともと親潮型開発のきっかけとなったのは、海上自衛隊における P3C 哨戒機の部隊配備でした。これは、後に P3C ショックとも呼ばれるようになりますが、優れた潜水艦探知能力を持つ P3C 哨戒機によって、航空対戦能力が劇的に向上し、同年の海上自衛隊演習では、潜水艦が深い位置まで潜り、推進機を止めた状態であっても、探知、撃破されてしまうなど、潜水艦部隊にとって、予想外の事態になりました。この出来事が、潜水艦部隊に、水中放射雑音の低減が最優先課題と意識させ、親潮型の開発に拍車をかけることになりました。海上自衛隊では、P3C ショックに先駆けて、より隠密性及び探知能力の向上を目指した研究開発が進められており、それが親潮型の前級の春潮型となりますが、春潮型の建造が開始される一方で、さらなる探知、攻撃能力の充実、及び音響ステルス性の向上を図った新型潜水艦についても、同時並行して検討がなされ、静粛化の進んだ次世代潜水艦の造成に対応する目的で、新型艦級である親潮型へ移行することになりました。次に、親潮型の後継となったのが双竜型です。双竜型は、2009年に一番艦、双竜が就役して以降、現在に至るまで主力として運用されている通常動力潜水艦です。建造期間は2005年から2021年で、計12隻が建造されました。前級である親潮型との大きな違いは、非待機依存システム、AIP の搭載です。非待機依存システムにも色々な方式がありますが、その目的は潜航時間の延長です。これまでの潜水艦は、プロペラを回すための電力を発生させるためにディーゼルエンジンを使用していることから定期的に浮上し、海面にシュノーケルを出して大気中の酸素を取り込む必要がありました。しかし、双竜型ではディーゼル機関の他に、非待機依存システムと呼ばれる装置を搭載しており、大気からの酸素供給がなくても、動力を発生させることができるため、潜り続けることが可能であり、非待機依存システムによる航行中は、潜水艦にとって最も危険とされる浮上や、シュノーケル航行が理論的には不要となります。
ただし、乗員の呼吸や浮上用として、圧縮タンクへ空気の寄蓄が必要なので、実際の運用上は、空気を取り込むための浮上が全くいらないわけではありません。また、燃料の補給も必要なので、源泉のようにずっと潜りっぱなし、というわけにもいきません。さて、この非待機依存システムにはいくつかの種類の方式がありますが、海上自衛隊の潜水艦で使用している仕組みは、あらかじめ艦内に液体酸素を搭載しておき、それを気化して得られた酸素と、燃料であるケロシンの燃焼熱をシリンダー内のヘリウムガスに伝え、このガスの膨張と海水冷却による圧縮の繰り返しによってピストンを動かす、いわゆるスターリングエンジンによって発電機を駆動し、その電力でプロペラを回しています。ちなみに、スターリングエンジンは水中航行時間の延伸を狙ったもので、あくまでも補助動力としての運用となるため、エンジンの出力は低く、低速での省エネ航行しかできません。よって、高速を発揮する必要がある場合には、従来の通りディーゼル機関が使用されます。つまり、双流型潜水艦は、通常のディーゼル機関発電と、スターリング機関発電のハイブリッドとすることで、速力と潜航時間の長さを併せ持った潜水艦となっています。ただし、非待機依存システムの搭載によって艦内スペースが圧迫され、前級の親潮型と比べて居住空間が悪化しており、双流型の11、12番艦では非待機依存システムは廃止されています。その他に、外見上の大きな違いとしては、艦尾の舵が十字から X 型に変わっています。従来は、艦の進路を変える際には、左右方向を制御する垂直だと、上下を制御する水平だによる十字型舵を採用してきたのに対し、双流型ではこれらを45度ずつ傾けた形状の X 打を採用しており、4枚の舵すべてに上下左右の役割を担当させています。この方式は機動性に優れるほか、打面の1枚が損傷しても他の3枚で保管できることから、冗長性にも優れ、また、着底、鎮座、接岸時にも打面が損傷しにくいというメリットがあります。最後は海上自衛隊最新の潜水艦、大鯨型、です。大鯨型は、海上自衛隊が2022年から運用を開始した最新の通常動力潜水艦で、建造は2017年に開始され、2027年までに計6隻が建造される予定です。艦の見た目は双流型とほぼ同じですが、船体の内部構造は一新されており、大鯨型では、前級の双流型の目玉であった、非待機依存システムが廃止されています。これは、1997年より開発に着手していた次世代電池、潜水艦用リチウムイオン電池が完成したことが大きな理由です。これまで非待機依存システムが必要だった大きな理由として、スクリューを動かすための鉛蓄電池の容量が少ないため、航行中も非待機依存システムによって発電し、蓄電池に充電する必要がありました。しかし、リチウムイオン電池の完成によって、より多くの電池容量を確保できるようになったことで、非待機依存システムは役割を終えました。それによって、双流型で悪化した居住空間は改善され、女性用寝室の確保など、女性自衛官の勤務に対応することも可能となりました。さらに、艦内の装備を付加台と呼ばれる台に取り付けて装備することで、双流型よりも静粛性や耐衝撃性を向上させるという新規技術も採用されています。それに加えて、新型ソナーの採用により探知能力も向上しています。中国においては、ここ数十年で海軍の大規模な拡大と近代化を推し進めており、現在では空母3隻、巡洋艦にも分類される大型の駆逐艦が8隻、中海イージスとも呼ばれる主力駆逐艦を30隻、フリゲートとコルベットは合わせて100隻以上、強襲揚陸艦が3隻、潜水艦が約70隻、などなど、もはや数の上で中国に対抗できる国はアメリカくらいとなっています。そういった状況で、日本が高性能の潜水艦を保有し続けるということは、中国に対する効果的な抑止力となります。
近年、日本近海では中国海軍の活動が活発化しており、日本の島々の間をすり抜けて、第一列島線を越えて活動するケースが頻発しています。現在のところは、日米の探知網により、こうした中国の活動のほぼ全てを把握できており、とりわけ中国の潜水艦については、活動時の騒音が大きいとされているので、探知するのは比較的容易なようですが、中国では新型潜水艦の建造を絶えず行っているので、徐々に静粛性が向上しているとも言われます。また、日本近海で測量船の活動も活発になっていることから、潜水艦の航行に必要な海底地形の情報を収集していると見られているため、海上、水中ともに活動範囲を拡大させるための準備を着々と進めています。日本の潜水艦は世界的にも特に静粛性が高く、一度海中に潜んでしまえば発見は困難、と言われるので、中国が事を起こす際には日本の潜水艦の存在を考慮する必要があり、それが大きな抑止力ともなります。また、別動画で解説した通り、今後の日本では、潜水艦に VLS、垂直発射システム、を搭載した巡航ミサイル発射型の、実証艦、を建造することを決定しました。現段階ではあくまで実証艦ではありますが、今後 VLS を搭載した潜水艦が実戦配備されれば、巡航ミサイルによる反撃能力を保有することになるので、抑止力という意味ではより大きな意味を持つでしょう。まあ本当は核を持つのが一番だけどね。よろしければ、いいね、チャンネル登録と、ベルマークをポチして通知設定をお願いします。